みさき、日本ってさ、何でも可愛くしすぎじゃない？急にどうしたの？だって駅にもキャラクターがいるし、街にもキャラクターがいるし、警察にもキャラクターがいるでしょ。いるね。工事現場の看板まで可愛い動物がごめんねみたいな顔してる。確かに、日本では真面目なものまでちょっと可愛くなるよね。防災のポスターにもニコニコしたキャラクターがいるし。前回地震の話をしたばかりだから余計に気になるね。なんで日本人何でもキャラにしないと落ち着かないの？今日はその話をしよう。日本ではなぜいろいろなものが可愛いになるのか。ということで始まりましたレイトナイトジャパニーズチャット。私たちみさきとのぞみがお届けします。今日は何でもキャラにする日本人について話します。まず日本には本当にキャラクターが多いよね。多い、もう多すぎる。例えばご当地キャラ。町や県のキャラクターだよね。そう、観光を紹介したり地元の名物をアピールしたりする。熊、猫、鳥、野菜、お米、何でもいる。お米のキャラいそう。それだけじゃないよ。駅のキャラ、電車のキャラ、空港のキャラ。役所にもいるし警察にもいるし、税金の説明にも可愛い絵が出てくる。税金まで可愛いのちょっと面白いよね。でもそれくらい日本では可愛いが生活の中に入っているんだよね。確かにスーパーのポスターも病院のお知らせもなんか丸くて優しい。そうそう、日本では情報を伝えるときに可愛い絵やカラーを使うことがとても多いの。じゃあなんでそんなにキャラを使うの？理由の一つは硬いものを柔らかくするため。硬いもの？例えばルール、注意、手続き、防災、税金。うわー、聞くだけで少し疲れる。でしょう？でもそこに可愛いキャラがいると少し近づきやすくなる。禁止って言われるよりお願いねって言われてる感じになる。そう。もちろん内容は真面目なんだけど、使い方を少し優しくするの。日本語のちょっととかできればとかにも似てるね。いいところに気づいたね。日本では直接強く言うより相手が受け取りやすい形にすることが多い。だから怖い注意も可愛いキャラを通すと少し聞きやすくなるんだ。そういうこと。でもさ、海外の人から見ると可愛いが多すぎて子供っぽく見えることもあるのかな。あると思う。英語のキュートって子供や小さい動物に使うイメージも強いよね。うん。赤ちゃんとか子犬とか。でも日本語の可愛いはもっと広い。例えば？小さい、丸い、親しみやすい、守りたい、安心する。そういう感覚も全部可愛いに入ることがある。だから大人も普通に可愛いって言うよね。そう。服にも言うし、文房具にも言うし、カフェにも言うし、パッケージにも言う。たまにおじいちゃんにも言う。言うね。あのおじいちゃん可愛いって。英語にするとちょっと失礼に聞こえることもありそう。そうだね。でも日本語では親しみがある、愛らしいみたいな意味で使うことも多い。なるほど。可愛いはただ子供っぽくじゃないんだね。それから日本では物に愛着を持ちやすい感覚もあると思う。愛着？うん。長く使ったものをこの子って呼んだりするでしょ？言う。スマホにもこの子最近ちょっと重いんだよねっていう。それスマホが人みたい。あと車とか自転車にも名前をつける人いるよね。いるいる。もちろん全員じゃないけど、物に少し人格を感じることがある。だから街とか駅とか商品にも顔をつけたくなるのかな。そうかもしれないね。これって八百万の神とも関係ある？少しつながっていると考える人もいると思う。八百万の神って何？簡単に言うと、自然や物、いろいろな場所に神様がいるという昔からの考え方。へえ、だから物にも気持ちがありそうに見えるのかな。ただし、キャラ文化は全部それが理由ですとは言えないよ。うん、そこは言い過ぎ注意だね。でも、物や場所に愛着を持つ感覚とは少し相性がいいと思う。あと、キャラクターって覚えやすいよね。そう、ここも大事。街の名前は忘れても変なキャラは覚えてることある。あるね。頭にみかんが乗ってるキャラの街みたいな。それだけでちょっと行ってみたくなる。キャラは情報の入り口になるんだよね。入り口？いきなりこの街の産業はと言われるとちょっと難しい。眠くなるかも。でも可愛いキャラクターが
この町はリンゴが有名だよって教えてくれたら覚えやすい。なるほど。キャラは情報を食べやすくするためのスプーンみたいなもの？その例えちょっとかわいいね。ほら、私もキャラ文化に染まってる。でもさ、真面目な場面まで可愛いと外国の人はびっくりするかもね。そうだね。例えば防災、病院、警察、役所。これは本当に大事なお知らせなのって思う人もいそう。でも日本では可愛いから軽いとは限らない。そこ大事だね。むしろ見てもらうため、覚えてもらうために可愛くしていることも多い。怖いから見ないじゃなくて、可愛いから見るにするんだ。そう。特に子供や高齢者にも伝えたい情報では、優しい絵が役に立つことがある。確かに、文字だけのポスターやり、キャラがいる方が目に入る。だから日本の可愛いは、ただの飾りじゃなくてコミュニケーションの方法でもあるんだよね。今日の話をまとめると、日本に可愛いものが多い理由は一つだけじゃないんだね。うん。硬い情報を柔らかくするため、物や場所に愛着を持ちやすいから、そして覚えてもらうため、近づいてもらうため。可愛いってただ子供っぽいじゃなくて、人との距離を近づけるものなんだね。そうだね。人と街、人とルール、人と情報をつなぐ小さな橋みたいなものかもしれない。でも税金のキャラはやっぱりちょっと面白い。それは私も思う。皆さんの国にも街や駅や役所のキャラクターはいますか？日本で見てびっくりした可愛いものもぜひコメントで教えてください。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。